わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、わしの個人的なメガドライブのベストシューティングの一つである、鋼鉄帝国を紹介していくのじゃ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ重々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、1992年3月13日にホットビーより開発及び発売されたメガドライブ用タイトルじゃ。ジャンルとしては、いわゆる横スクロールシューティングゲームじゃ。本作最大の魅力は、なんといっても世界観じゃ。ジュール・ベルヌや宮崎駿の作品にあるようなこう話すチームパンクの世界観を見事に表現しているが、それだけではない。1815年にドイツの SF 小説家、カール・ハインツ・シュティッヒによって書かれた小説、スティール・エンパイアを原作とした映画化という設定で、ゲーム全体にその世界観が貫かれているのじゃ。ストーリーは、架空世界の 1800XX 年が舞台で、独裁者サーロン率いる軍事国家、モーターヘッド帝国の侵略に対抗するため、シルバーヘッド共和国が新兵器、イマミオサンダーを装備した戦闘機、エトピリカ&ゼッペロンで立ち向かうという内容じゃ。というわけで、プレイヤーはこのエトピリカかゼッペロン、いずれかを選んでプレイするのじゃ。シューティングゲームではちょっと珍しいのじゃが、ステージごとにどちらにするか選ぶことができるぞ。ゼッペロンは武装にちょっと癖があるのと当たり判定が大きいので、エトピリカの方が初心者向きじゃな。時期がライフゲージ制なので一発でやられることがない上に、たとえやられてもパワーアップはそのまま引き継ぐという仕様なので、初心者でも挑戦しやすいのじゃ。操作方法じゃが、武器はショットとボムであるイマミオサンダーじゃ。ショットボタンはタイプ、地上攻撃の両方を兼ねている。標準で連射機能付きなのも嬉しいのじゃ。なお、ショットは A ボタンで前方、C ボタンで後方に発射方向を切り替えられる。EX というアイテムを3つ取るとショットと体力がパワーアップし、最大20レベルまで上げることができる。時期がやられた場合もレベルは下がらず、ステージごとに時期を変更しても引き継ぐので安心じゃ。ショットの発射方向を前後に切り替えることで、前後の敵にどう対応していくかという戦略性があるのが面白いな。あとはスピードアップアイテムとオプションがつくアイテムがあるのじゃ。とはいえ、そこまで敵の攻撃もシビアではなく、もしやられてもその場で復活して続けられるので、強引に突破も可能じゃ。なので、シューティングゲームとしての難易度は低い方と言えるな。このハートマークはライフゲージの回復アイテムじゃ。そしてこの S がスピードアップアイテムじゃな。最大4段階までスピードが上がるのじゃ。ここからは中型空中戦艦との戦いじゃ。いわゆる中ボスじゃな。このタイプはかなり量産されているらしく、今後もよく戦うことになるのじゃよ。使い回しとか言ってはいけないのじゃ。激しく位置が入れ替わるので、前後にうまくショットを打ち分けていくのがこのゲームの楽しさの一つじゃ。ラピュタとかに出てきそうな、このなぜ飛んでいるのかわからんデザインが最高じゃな。よし、見事撃沈じゃ。本作の映画的な演出へのこだわりは随所に見られ、オープニングに昔の映画にあるようなカウントダウンが入るのがまさにそうじゃな。あと、わしが大好きなのは何と言っても説明書じゃな。
映画評論家の解説やプロダクションノートといった形で撮影時のエピソード紹介など映画のパンフレットを意識した内容になっているのじゃ。128エイカーの巨大プールで撮影したが、波の動きに面白みがないとプロデューサーからクレームがつき、試行錯誤の末に水の代わりに青いゼリーを使用して躍動感あふれるシーンが撮影できたとか、個人的にはこういうの大好きじゃ。公式サイトで当時の資料などを見ることができるので、興味が湧いた人はぜひ見てほしいのじゃ。またエンディングやスタッフの役割についても、プログラマーやグラフィッカーなどではなく、カメラマンとかセット制作など、あくまで映画という設定を貫くこだわりが素晴らしいと思うのじゃ。さて、いよいよステージ1のボスが登場じゃ。鉱山都市が舞台のステージだけに、鉱山列車をモデルにしたボスじゃな。いきなりグスタフみたいな列車砲というのが良いな。列車砲下部の伸縮する軸の部分にしか攻撃判定がないので、上に引きつけて第一攻撃を当てるようにするのじゃ。あとは列車本体の小型砲台を潰しつつ、列車の動力部に攻撃じゃ。ここも後方へのショット切り替えを使いこなすとより早く倒せるのじゃ。まあ多少の攻撃を食らっても体力ゲージ制なので問題ない。いざとなったらゴムのイマヌオサンダーを使ってみるのも良いぞ。さっきの空中戦艦もそうじゃが、徐々に壊れていくグラフィックが手応えを感じさせてくれるのじゃ。無事にステージ1クリアじゃな。クリア後はスコア生産じゃ。クリアボーナスやライフゲージの残量ボーナスの他に、ノーデスボーナスやボム無使用のボーナスもあるのじゃ。腕に覚えがあるプレイヤーはハイスコア狙いでのプレイも楽しいのじゃ。ステージ冒頭の発進シーンと同じく、空中母艦ラインハルトへの帰還シーンがあるのも良いな。さて、続いてステージ2じゃ。全体的にも言える演出じゃが、古い映画のような画面の乱れの表現も活かすのじゃ。ステージには鉱山の内部への潜入じゃ。そしてステージの冒頭では時期を毎回選択することができるのじゃ。ステージに合わせて時期の特性を考慮して出撃機体を選ぶのもまた楽しいのじゃ。では出撃じゃ。ステージには鉱山内じゃが、メガドライブでは苦手な半透明処理を頑張っているところが良いな。レベルアップによるショットのパワーアップや体力ゲージの上昇はかなり不況が大きいので、EX のアイテムは確実に取るようにしていくのじゃ。ステージ1と同じく単純な横スクロールだけでなく斜め移動などもあり、なかなか飽きさせないのじゃ。ちなみに本作を手掛けたホットビーという会社はもともとはパソコン向けゲームを開発していた古参のゲームメーカーじゃ。ザ・ブラックバスという釣りゲーの元祖やシナリオが追加できる SF 世界の RPG カレイドスコープ、あとはファミコンユーザーには有名な RPG 星を見る人など、なかなか独創的なゲームが多かったのじゃ。残念ながら本作を発売した1年後の1993年に倒産してしまったのじゃが、
さて、中ボスのセルベラスじゃ。なんというか、地中戦車とでも言うのかの。このボスもライトによる光源を表現しているが、苦手なメガドライブで頑張ってるの。ライトを破壊した後は、ひたすらミサイルを撃ってくるだけなので、こんな感じで上下に避けながらひたすら攻撃するのじゃ。撃破成功じゃな。お、なんかスクロールが反転したのじゃよ。ここでまさかの高速スクロールでの脱出イベントじゃ。普通ならラストに持ってくるようなイベントが、まさかのステージに、しかも逆スクロールじゃ。これも、本作の特徴である前後へのショット切り替えを生かすための良い仕掛けだと思うのじゃよ。基本的にここの高速スクロールステージはノーダメージで抜けるのはかなり難しい。回復アイテムも何度か出現するのでしっかり獲得しつつダメージは最小限で切り抜けるのじゃ。しかし武器が普段と逆のせいなのか、なんとなく避けづらいの。このハートの回復アイテムを取り乱さないようにするのじゃ。やっと終わったのじゃ。と言っても、ステージは終わりではなく、ここからボス戦じゃよ。このボス戦の音楽も良いな。いかにもボス戦という感じじゃな。ああ、ドリルもついてるから、こちらの方が地中戦車っぽいの。上の砲台がなぜ飛べているのかは全くわからんが、そこはスチームパンクだから良いのじゃ。この辺りになってくると、前後へのショットの切り替えも自然に慣れてくるのじゃよ。ステージ1のボスもそうじゃが、天然とはほど遠い、このやぼったいデザインがたまらんのじゃ。ボス撃破でステージ2もクリアじゃ。ステージ1と2は本作の特徴である前後のショット切り替えを覚えるためのチュートリアルじゃな。このあたり難易度的にもよくできていると思うのじゃ。次のステージ3は空中要塞&大型戦艦とのバトルなのでお楽しみに。というわけで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。